前回紹介した久慈ラーメン特集、小さな町の各店舗を回って久慈のラーメンに外れはないことを確認。タイプが異なり、人によって好みは分かれるものの、超美味しいかまあまあ美味しいかだけの違いであって、外れはまずないと言ってよいでしょう。まさにご当地ラーメンとか全国的に知られていない人口の少ない田舎町で穴場の激戦区ですね。今回は前回紹介したラーメン店の別メニューや紹介できなかったお店を回ってきました。きっとこれを見たあなた、久慈のラーメンを食べに行きたくなることでしょう。まずは前回紹介したサムライブギー。久慈の駅近く銀座通り商店街で奮闘する絶大な人気店です。ラーメンといえばここ一択という地元民も少なくありません。ただ煮干しだしの癖が苦手な人もいます。私もその一人ですが、今回は煮干しスープじゃないラーメンも美味しいということで鶏そばを注文。久慈も含めて東北は鶏の産地。お店の説明によると、青森県のブランド鶏青森シャムロックを贅沢に使用し、他にも岩手県久慈産の鶏ガラや手羽先など当店こだわりの国産鶏をふんだんに使用した当店の自信作です。鶏がゆっくりと温泉に浸かるようなイメージで仕上げたスープは旨味たっぷりでありながらすっきりとした一杯になっております。鶏そばの塩味は有名な野田村産の野田塩を使用し、さっぱりとしつつ奥深い塩スープが癖になる一杯です。とあり、醤油味と塩味の2種類があり、食べ比べしてみました。説明通り低温でじっくり出汁を取ったと思えるスープは醤油味といっても決して濃すぎず上品でかつ味に深みがあり、飲み干すことができました。塩味も同じく野田塩がさっぱりと美味しく、やはり料理において塩を選ぶのは大事だということですね。鶏チャーシューはラーメンちぐさとともに久慈の名物ラーメンになることでしょう。急いで食べず、スープや麺とともによく噛み締めながら味わってください。お好みでスープに白胡椒、鶏チャーシューに黒胡椒を少しかけて食べるとパンチが効きます。食事にデザートのプリンを注文したら、こんな可愛いハート型のプリンが。ぜひおすすめです。続いてヒデチャーハン店。前回は冷やし中華を紹介しましたが、この店の評判高いもつの味噌煮ラーメンを食べてみようと再びやってきました。久慈のラーメン店はランチタイム、どこもこの街にこんな人がいたかというくらい混んでいます。評判通りこれも美味しい。土手煮を思い出しますね。もう一杯は担々麺の黒。真っ黒で濃厚な黒ごまのスープは美味しいだけでなく、セサミンたっぷり健康にも良さそうです。次回は白ごま担々麺も頼んでみましょう。さてお次は天に星あり、地に花あり、あなたの胃袋に藤正亭ありの藤正亭。前回は鶏皮ラーメンと藤正ラーメンでしたが、今回は鶏南蛮ラーメン。昔ながらの中華そばをベースにした王道のスープ。もう一品は豚骨味噌ラーメン。なんでしょう、文句なしの味。これでお店のメニューにおすすめと記された4品全部試したことになります。世界のラーメントントン。久慈一バラエティに富んだラーメンのメニューがあるお店ですね。前回予告した通りスイスを食べに来ました。洋食屋さんのホワイトシチューを食べているような品質高いスープ。粉チーズがたっぷりかかっていて、他では味わえない工夫が凝らされたラーメンでした。ラーメンの種類ごとに器も違います。もう一品は広東。焼いた麺に中華あんかけ。麺もラーメンの種類に合わせている凝りようです。また別のラーメンを食べに来なければなりませんね。さてここからが前回ご紹介できなかったお店。なぜここを外したのだろうというくらい久慈ならではのラーメン屋北八。久慈といえばあまちゃん。ウニやアワビなどの海産物が有名で、その海産物をふんだんに取り入れたラーメン。ここが一番だという地元の人から教えてもらいました。なんとその方、あるラーメン店系列の方でしたが、そこよりも北八が久慈で一番美味しいと教えてくれたのです。
それなら一度行ってみなければ私のくじラーメン特集は終わらないと思い、この続編を作るということに相なりました。北八は町から少し外れた場所ですが、海の方から市街地へ行く途中にあります。あまちゃん街道と呼ばれる街道沿いの道を町の方に走っていくと、前方に三陸自動車道が見えてきます。右手にすき家が見える手前の道を右に入って、一つ目を左に曲がった場所にお店があります。はい、着きました。お店に入ろうとすると、こんな張り紙が目につきました。人手不足、座数制限のため時間がかかります。ご検討ください。メニューはこんな感じ。やはり右上の2つが気になります。ということで、スペシャルウニラーメンを注文。どうですか？この海の香りがするスープ。こんなにウニがたっぷり。これは間違いなく最も久慈を代表するものであり、久慈一贅沢なラーメンです。もう一品はネギ味噌ラーメン。味噌の香りと味噌がベストマッチしたスープに、カニカマやとろっと柔らかそうなチャーシュー。私の好きなかんすいで黄色くなった麺。これを第1回久慈ラーメン特集で逃していたとは。恐れ入りました。そしてまだまだ続きます。ゴーメン。ひでちゃんラーメンの近くのジョイス中野橋店の駐車場敷地にあって、中野橋側から行くと分かりにくいのですが、駐車場まで行くと燃え立つゴーメンの看板が目を引きます。店内は至るところにうんちくや美味しい食べ方の推奨が書かれており、こだわりを感じます。もやしがたっぷり。これも私の好きな黄色いもっちりとした太麺。そしてここの特徴は何といっても、この食欲をそる脂出た分厚い豚バラ肉のチャーシューでしょう。ゴーメンは八戸にも2店舗ありますが、久慈に本社があります。その本社のあるところはハンバーガーと洋食のお店キッチンレフリー。ここがまた本当美味しくて、経営者は何をどうすれば美味しいのかを追求、よく心得ておられる方だとお見受けしました。キッチンレフリーについてはまた改めて別動画でご紹介したいと思います。久慈から野田村方面に行く国道沿い右手にあるのが味久。岩手県盛岡を中心に19店舗くらいあるチェーン店ですが、店舗によって独自のメニューも提供しています。ここの南蛮ラーメンが同じ味久の中でも一番美味しいらしくて食べてみました。なるほど、チェーン店だからと久慈ラーメン特集で扱うことを避けてましたが、店舗ごとに味が違い、オリジナリティを持っているなら紹介するに値するでしょう。味久は東北でいち早く豚骨スープを取り入れたラーメン店だそうです。もう一品は品名忘れましたが、ピリ辛担々麺かな？とにかく辛い。ここのラーメンも餃子も他店とは一味違うそうなので、また行ってみたくなりました。味久の少し先に行った左手にあるのが農家食堂春菜。ここはラーメン専門店ではなく、自家栽培した野菜のせいろや洋食メニューがあるのですが、味噌ラーメンが評判高く注文してみました。農家食堂というだけあって野菜たっぷりです。色は普通の味噌ラーメンの方が赤くて辛く見えるのですが、こちらの方がピリ辛タイプ。結構辛いです。最後にご紹介するのは、久慈駅から久慈正亭へ行く途中、立正寺前バス停の少し先にあるハングリーラーメン。建物が古く空いている感じがしなくて、なんとなく見過ごしていましたが、こうなったら全部制覇しないと久慈ラーメンを語れないと言ってみました。
トッピング全部のせスペシャルラーメンを注文。醤油ラーメンをベースにしていますが、これも美味しいではないですか。もう一品は青南蛮つけ麺。細い麺にピリ辛のつけ汁が絡まり、これまた美味しい。久慈のラーメン屋さんに外れはないということを確信しました。番外編として久慈合同庁舎の職員食堂のラーメン。安さでは久慈一ですが、味も全然悪くありません。ラーメン以外にもいろいろなメニューがリーズナブルに食べられます。こちらは生協で配達してもらった冷凍ラーメン。家で作りましたが、なかなか美味しかったです。いかがですか？日本のラーメンの美味しさは世界でも有名ですが、その中でも特に東北の田舎町、久慈、穴場中の穴場かもしれません。陸の孤島と呼ばれ、なかなか訪れるチャンスがないかもしれませんが、これらのラーメンを食べに来るだけでも数日じゃ足りないくらい、ゆっくり遊びにいらしてみてはいかがでしょうか。今後私は南米とは全く対照的な北国、久慈に住み、ここからしばらく美味しいレシピを発信していきます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。評価、コメントもお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。Nos vemos. Chao, chao.